こんにちは、エリです。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。このビデオの内容が全部理解できなかったとしても大丈夫です。全部わからなくても大丈夫です。このビデオで日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。今回のトピックは旅行です。初めての海外旅行です。皆さんは旅行は好きですか？今日は私の初めての海外旅行について話します。どれだけ聞き取れるかチェックしてみてください。では始めます。私は2010年に初めて海外旅行に行きました。新婚旅行で初めて海外に行きました。私が初めて行った海外はパラオです。私は2010年に新婚旅行でパラオに行きました。新婚旅行は結婚したばかりの夫婦が初めて旅行をすることです。そして私がなぜパラオに行きたかったのかというと、理由はいくつかあります。私は海よりも山の方が好きです。でもなぜか昔から島が好きです。そして暖かいところが好きです。だから暖かい島国に行きたいと思いました。島国は周りが海に囲まれている国のことです。島があります。北、南、東、西、全部海です。そういう国があります。それが島国です。例えば、日本は島国です。パラオも島国です。そして、なるべく安全な国に行きたいと思いました。あと、日本と環境が似ている国がいいなと思いました。で、ネットで調べました。そうしたら、パラオが見つかりました。そこで初めてパラオという国を知りました。パラオは日本と時差がありません。日本と同じ時間です。そしてチップの文化がありません。でも今はわからないですけどね。当時は私が旅行に行った時はチップの文化はありませんでした。日本もチップの文化はありません。あとはパラオは親日の国だと知りました。親日。親日とは日本をよく思っているという意味です。日本を友達のように思っているという意味です。パラオは親日だからまあ安全かなと思いました。パラオでは歴史の関係で日本語が少し話せる人もいると知りました。日本語から作られたパラオ語もあるそうです。私たちは、私と夫、私たちはパラオには5日間くらいいました。私たちはパラオに約5日間滞在しました。シュノーケリングをしたり、カヌーをしたり、船で海を観光しました。あとは海で泳いだり、マッサージを受けたり、とても楽しかったです。パラオは美しい海が有名です。もう本当に美しかったです。海の青い色がとても美しいです。日本の海と
違いました。とても感動しました。気になった人はぜひネットで調べてみてください。食事は魚料理を食べました。変わった料理を食べたと思いますが、よく覚えていません。変わった料理というのは、見たことがない料理とか、自分の国では食べない料理という意味です。変わったは珍しいという意味があります。他にも意味はありますけど、ここでは珍しいというニュアンスで使います。変わった味、珍しい味、変わった果物、珍しい果物、ね、同じ意味です。で、変わった料理を食べましたが、もう15年くらい前の話なので、詳しくは忘れました。でも、美味しかったと思います。ただ、私と夫は毎晩ホテルで海を見ながらお酒を飲んでいました。それは覚えています。あと覚えているのが、日本語がわかる人がまあまあ多かったです。タクシーに乗った時にパラオ人の運転手さんが日本語を少し話してくれました。あと、パラオには結構日本人が住んでいるようでした。今はもっと増えてるかもしれないです。そう、だから私たちはカヌーやシュノーケリングをしましたが、日本人に教えてもらいました。そして日本人のツアーガイドにパラオの観光地を案内してもらいました。とっても贅沢な時間でした。いい旅行でした。こうして話していると、いろいろと思い出したことがあります。でも、この話はここで終わりにします。いかがでしたか？どれくらい聞き取れましたか？ここで皆さんに質問です。初めて行った国はどこですか？初めての海外旅行はどこに行きましたか？そこで何をしましたか？その国に何日間いましたか？何を食べましたか？今答えてみてください。話す練習です。そしてもしよければコメントで教えてください。それでは今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。では今日も良い一日をお過ごしください。